をしてるんですか？これはティラミスのクマの部分の枕を準備してます。誕生日プレートのくまさんは予約制なんですか？完全に予約制でお願いしてます。今日は3組です。はい。クマをモチーフにしたお店じゃないですか。そしてクマさんをキャラクターにしようと思ったんですか？ですよね。お願いします。言ってもいいですか？はい。すごくくだらなくて長い話なんですけど、昔息子がカナダに留学してて、その時に初めて会いに行ったんですよ。なんかおすすめのカナダのカフェがあるって言って入ったのがティム・ホートンというお店だったんですよ。紅茶とかドーナツのお店かな。でそこで飲んだチャイラテだったかな。氷点下の中で飲んだのがすごく美味しくって、その時事務職だったんですけど、会社辞めることを決めてたんで、何しようかなってまだ悩んでたんですよ。ティム・ホートンでチャイラテ飲んで、カフェしたいなっていうのがまずカフェを始めたきっかけがホッとできる場所いいなと思ってやろうかなが本当に最初のきっかけだったんですけど、実際カフェすることを決めて、名前どうしようって言った時にティム・ホートンでカフェしようって決めたから、なんかティム・ホートンに似た名前にしようかって。でそこから語呂合わせみたいな感じで、ビアノートンとかなんか可愛くていいんじゃないみたいな感じで、でも結局なんかビアノートンってやっぱダサくないみたいな感じの話が聞いてたんですけど、そのくだりの話をこの店舗のデザイナーさんに話してきて、で結局そのビアノートンの中からノートっていうところを採用されて、で最終的にノートに決まりましたって言ってデザイナーさんに報告して、ちょっと遊び半分ぐらいで、この今のクマのキャラクター、ちょっとデザインしてみましたって見せてくださったんですよ。可愛いってなって、で全然ノートとベア今更関係ないけどならクマで行きましょうかみたいな感じで、なるほど。クマになったっていうくだらない理由です。昔若い頃調理師免許だけは持ってたんですけど、全然関係ない本当の普通の事務職、20年以上勤めてたので、飲食は本当に初めて、全然まだまだ慣れない失敗ばっかりなんですけど。じゃあこちらのティラミスとかも全部独学で？独学です。でもこの方、市販の一般に販売されてる方なんですけど、この方可愛いと思って見つけたのが、ハラペコスイーツさんの動画なんですよ。あ、そうなんですか？なのでなんかお話来た時ご縁があるなと思って、ちょっと前言ってたんですけど、せっかくだからと思って。動画を見てて、そこに出てきて、このクマの形が可愛いと思って型を探し始めたところからがスタートです。すごい。今抹茶のティラミス。
ティラミスは抹茶と今は抹茶とココアココアですね。春はいちごも出してました。ピンクが可愛いかなと。そうですね。ちょうど春休みだったので大学生の結構若い女の子がたくさん来てくださってピンクを注文してくださいました。大学生とか若い方が多いんですか？年齢層バラバラですね。ああ、そうなんですね。土日はやっぱり若いカップルの方が多いんですけど、平日は40代の女性の方、お友達といらっしゃる方とか、結構年配の方もいらっしゃったり、男性の方一人でもいらっしゃったり、バラバラです。幅広いんですね。いつもお一人で全部されてるんですか？そうですね。コーヒーの豆とかって何かこだわりとかあるんですか？一応外注でどっちもエスプレッソ用もドリップコーヒーもオリジナルでお願いしてます。今日は1回でうまくいきました。なんかうまくいかないと普通にめちゃくちゃ時間が。日によって違うんですね。これは何ケーキですか？これはグレープフルーツのチーズケーキになります。お店で一番人気のメニューって何ですか？やっぱりクマのココアの方。そうですね、ココアが一番人気かもしれないですね。バースデープレートのケーキは選べるんですか？選べる月もあったり、もうこっちで指定しまってる月もあります。また今月グレープフルーツと、このバナナときな粉のチーズケーキ、ちょっと個性強めなので、バナナ食べれないから変えてくださいっていう依頼があれば他のケーキに差し替えます。これはチーズケーキが作るの男性の方にすごくそうなんですね。男性だろうと思いながら、男性の方が多いかもしれない。
看板メニューのくまさんってはい、何か作る時にこだわりポイントとかってあるんですか？解凍した時にうん耳と尻尾がダメになるものがあるので、はいでもふわふわ感は出したいのですごくうん何回も何回もチャレンジしました。毎日やっぱりちょっと失敗してるものも、耳取れてたり尻尾取れてたりするのも今日もあるかもしれないと思って。で売り切れるまで、ティラミスがなくなるまでちょっと落ち着かないです。あこれはくまさんのどこの部分？クマさんの中にこれが4枚入るんですよ。あー頭とお腹とみたいな。ピンクのくまちゃんのやつ。はい、クマの氷コーヒー。あ、そうです。それです。それです。シングルショット一つください。ミルク足りない。こちらよく来られるんですか？そうですね、毎週ですかね。そうなんですね。もう常連さんで。オーナーさんに聞いたら、私ここのお店の初めてのお客さんらしいです。なんかそれ言われてからすごい嬉しくて、でも美味しいのでよく通ってます。一番好きなメニューって何ですか？ティラミスのココア好きです。くまさん。くまさん、ありがとうございます。こっちから見ても綺麗だよ。
でもお客さん途切れることなく。そうですね。うん若い人になんか食材とかってこだわりポイントとかあるんですか？そうですね。卵と牛乳は仕入れていただいてるところのうん卵がすごく美味しくて、で野草の牛乳はいはいはい。けど、そこがこだわりです。卵も富山の。卵は富山です。うーん。ケーキだったら一番何が人気なんですか？その日によってうんうん。すごく偏りがあっていつも不思議なと。あ今日はなぜか本当にグレープフルーツときな粉とバナナがあ、人気だったんですすごね。く出て、でも全く出ない日もへでー生チョコがなんか偏るので、テレビで特集でもしてるのかなと思いながら。何を入れてるんですか？これはお酒です。マルサラ酒。本当に風味付けて本当にわずかしか。お子さんもうん。もらえることが多かったので、オープン当初から比べたらかなり減らしました。うーん。これはティラミスのどこの部分にティラなるんですか？ミスの本体のベースのうーん。部分を作っていきます。これは何ですか？これはマスカルポーネティラミスのうんうん。大元です。一回こっちに入れてから混ぜて。はい、伸ばしやすくしてから。うーん。これが重要になってくるポイントですね。そうですね。
もう一度焼くんですか？今度湯煎お湯を外して焼きああ、ます。うん。まだ乗るんですね。贅沢。こんなに入ってたら嬉しいですね。お店のはい、こだわりポイントって教えてもらっていいですか？そうですね。お一人様でいらっしゃってもゆっくりできるように、お二人様でもゆったりとお話できるように、すごくゆったりとした時間を過ごしていただくことを目的としてます。なのでこちらからもちょっと過剰には喋りかけることもないですし、音楽を聴きながらお話をしながらゆったりしてほしいなと思ってる空間がポイントです。今後どんなお店にしていきたいなってありますか？やっぱりクマキャラクターも使ってるんで、結構お客さん来たらみんなは可愛いとか言ってくださるんで、ここにいる間だけでもなんか癒されてほしいなと。いろいろストレスの多い社会なんですけど、ここにいる間だけ癒されてもらうような空間をずっと長く無理なく続けていきたいなと思ってます。